はい、ワンピースが大好きな神木です。皆さん、ワンピースフィルムレッド見に行かれたでしょうか？何回も行かれた方もいらっしゃると思いますけども、たくさんの発見がですね、実はあるんですよね。ということで、自分で気づいたものとか、この40億巻に載ってるもの、さらにですね、この小説版に載ってるものっていうのもですね、いろいろあるんですね。他にもインタビューとかですね、いろいろ出ておりますので、その発見をまとめてみました。で、私一人の目では映画の中では追い切れない部分がありますので、皆さんにですね、教えてくださいっていうことを Twitter で募集したらですね、総勢1000名以上の方が DM をくださいました。ありがとうございました。で、皆さんの面白いですね、発見というのも全部まとめてこの動画内で喋っていきたいと思います。もちろん映画を最初に楽しむ時っていうのはそういう発見とかはですね、特に気にしないでストーリーだけを楽しむじゃないですか。しかしそこではですね、例えば歌は最後どうなったのかですね、生きているのか死んでしまったのか、生きているとするならばエレジアに残ったのか、それともシャンクスの船に乗ったのかとかですね、他にもなんだか五老星がですね、シャンクスの家系の名前みたいなものをポロッと言った気がするんだけど、あれ何だったんだろうとかですね、いろいろあると思います。はたまた今回パンダマンっていうのは出てきたのとかですね、エンドロールでいろんな場面が映ったけど誰が出てきたんだと、そういったものも全部ですね、今回は余すことなく喋っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。これですね、全部気づいた方というのはまだいないと思います。なのでぜひ最後まで目を通していただいて、そしてですね、もう一度フィルムレッド見に行ってください。この動画を見てみるレッドというのもまた違う味わい方があると思いますので、いろんな小ネタとか新発見を頭に入れた上で見るとさらに面白く感じると思いますので、ぜひ映画館にまた行ってみてください。それでは行きましょう。まずはですね、これは多くの方が気づいたと思うんですけども、今回の映画の中で一番わっと思ったところだと思います。それがですね、ルフィがギアフィフスの姿に、こちらですね、最後トットムジカをですね、歌ワールドと現実の世界でシャンクスとルフィが攻撃をすると言った一番熱い場面で、ルフィというのがギアフィフスの姿になったんですよね。これはですね、読者に対するご褒美的な感じだと思います。びっくりしましたよね。何もね、原作ではどんどんと鼓動が鳴ったりとかしてなったんですけども、ギアサードとかギアフォースみたいな感じで自然にギアフィフスになって戦ってましたよね。で、ちなみにですね、なんでご褒美かっていうのは、このノベル版、小説版ではですね、そういうのは全然書かれてないんですよね。ルフィが白い姿になったりとかですね、ルフィがギアフィフスになったとかですね、そういったことは一切書かれてないわけなんです。なので今回映画を公開するタイミングにギアフィフス、103巻ですよね。103巻が間に合ったということで、どこかの段階で、じゃあもうギアフィフスにしようよっていうことでされたんじゃないかなと思います。しかし熱かったですね。まさかアニメよりも先にそれが書かれるとは思いませんでした。で、これがですね、また偶然が重なってたと思うんですけども、シャンクスとルフィで戦うということで、赤と白ですよね。赤と白で戦ったということで、ウタの姿とまた重なってくるわけなんですよね。いやー、面白かったな。他にも新技というのがこのレッドで初公開された場面というのがありました。それがですね、麦わらの一味の両翼です。その2人の技が明かされました。まずサンジですね。サンジは足が青く光ってですね、これはイフリートジャンプですよね。アニメではまだ描かれてないんですね。で、映画の中ではどうもオーブンの熱をですね、なんか利用しながら戦ったような感じがするんですけども、これどうなんでしょうかね。どちらにせよ青く光るあの足技っていうのは新しい技を表してるんじゃないかなと思われます。またゾロもそうですね。刀がですね、緑色に光ったんですよね。これはもしかすると炎王三刀流をイメージして描かれたのかもしれません。単純に迫力を描きたくて緑色の光になった可能性もあるんですけども、もしかするとレッドで初公開したということかもしれませんね。続いてウタの生死。これですね、気になっている方いらっしゃると思うんですけども、ウタというのはですね、実はもう残念ながらなんですけども、最後もう亡くなってるというのがこの小説版では描かれております。で、小説版を読んだ上でまた映画を見るとですね、ちゃんと書かれてるんですよね。どういうことかというと、最後シャンクスの船がルフィたちとこう別れるシーンがありましたよね。で、シャンクスたちの姿というのは後ろ姿なんですけども、なんとなく描かれてるというのがワンシーン書かれましたよね。あそこをよく見てみると、どうもですね、棺箱っていうのがですね、あるんですね。それを囲んでるんです、赤髪海賊団というのは。で、その場面をこの小説で読むとはっきりと文字で、ウタの眠る棺に背を向けという言葉が書かれてるんですね。ということで、映画ではウタの最後というのはぼんやりとしてるんですけども、こういう小説を見るともう亡くなってる設定ということがわかります。これをね、踏まえるとね、またジャンプの、新しめの話で、ジャンプ読者はわかると思うんですけども、そういった一コマとかですね、また歌日記とかですよね。あんなこう陽気でやってた歌日記というのがまた別の感じで見えてしまいますよね。悲しくなりますよね。シャンクスの12年前の懸賞金額。はい、こちらも明かされました。というのがですね、エレジアを赤髪海賊団が滅ぼしたというニュースが世間では広まったというですね、場面がありましたよね。
新聞がバッバッと出て、最後に手配書がバッと出る、あのシーンですね。あそこに額がですね、10億4000万ベリーのシャンクスというのが出てくるんですね。これはかなり新情報ですね。で、12年前ですので、おそらく風車村にいた時と合致するんですよね。よくぞね、ヒグマは10億4000万ベリーのシャンクスに戦いを挑んだなという感じがしますよね。知らなかったんでしょうね。また、シャンクスも赤ん坊の時にロジャーたちに拾われた描写があると。はい、こちらがですね、確定しましたね。ロジャーたちが赤ん坊の話をしてたね、っていうのが原作であるんですけども、あれがロジャーのことだったというのがほぼ確定したのではないでしょうか。映画の中では、ウタをシャンクスが敵戦の宝箱からこう見つけるというシーンがありましたけども、あそこでファットシャンクスというのは、同じ場面というのを思い出すんですよね。で、目の前にはロジャーとレイリーがいるというシーンだったんですけども、自身の記憶が蘇るという時でしたね。で、それも40億巻にしっかりとこう明記されてるんですけども、38年前、シャンクスが1歳の時ですね、ゴッドバレー事件の時に拾われるということがしっかりと書かれております。シャンクスの名字判明か。はい、こちらがですね、今回の映画で明かされたもので最大の爆弾と言ってもいいのではないでしょうか。五老星がですね、ウタの話をしている時にこういうことを言うんですね。フィガーランド家の血筋でもかというセリフを残しているわけなんです。で、あの時というのは五老星はウタがシャンクスの娘ということで認識してあの言葉を出してるんですね。つまりシャンクスがフィガーランド家の血筋であるということを匂わせてるわけなんですよ。これに関してはですね、いろいろと思うところありますよね。天竜人確定なんじゃないかとか、いろいろ思うんですけども、こちらに関しては考察動画をですね、出しますので、ぜひそちらを見てみてください。映画ではフィアーランドとかですね、フィガーランドとかちょっと聞き分けが難しかったんですけども、このノベル版ではしっかりとフィガーランドと書いてありましたね。シャンクスの武器に秘密か。はい、こちらも明かされましたね。グリフォンですね。シャンクスの戦い方というのは今まで分からなかったんですけども、戦っている時にですね、剣グリフォンはですね、火をまとってるんですよね。あれがシャンクスの戦い方の特徴の一つなんでしょうか。剣自体が実は悪魔の実の能力を授かっていて、ああいうことになったのか、それともシャンクスの覇気関連でああなっているのか。で、頂上戦争の時にシャンクスが赤犬を止めたシーンありましたよね。で、あれをよく見てみると、赤犬のマグマの拳からですね、放射線状になんか光が出てるんですよね。あれはマグマなのかなってずっと思ってるんですけども、もしかするとこのグリフォンの炎関係かもしれませんよね。そしてまた赤髪海賊団の戦い方というのも一人一人描かれました。で、詳しくはですね、この40億巻を見てほしいんですけども、全部は今回の動画では言わないんですけども、動画内で書かれたもので言えば、まずハウリングガブですね。あの人はですね、なんかレーザービームみたいなものをなんか出しそうな感じだったじゃないですか。あれっていうのは40億巻で明かされたんですけども、切れる方向というものらしいです。そしてラッキールーですね。ラッキールーは映画内ではぐるぐるぐるといって突進するシーンがあったんですけども、あれは覇気をまとった自分ボーリングというものっぽいですね。そしてシャンクスですね。今回の映画ではあんまりそれは描かれなかったかなと思うんですけども、40億巻では覇王色の覇気ということで、見聞殺しというのが添えられてるんですね。これはシャンクスだけができるんでしょうか。覇王色の1段階上という感じでしょうかね。相手に気配を感じさせないという見聞殺しができるというのが書いてありますね。で、他のライムジュースとかね、ボンクパンチとかそれぞれ戦い方があるので、まだ知らないよっていう方は40億巻、見てみてください。パンダマンの場所。はい、今回もですね、パンダマンというのは出てきてるんですね。どこに出てきたかというと、歌がですね、最初に歌った新時代ですね。その歌い終わりに観客が映るんですけども、そこにですね、パンダマンが映っております。まだ見つけてない方はぜひ劇場に見に行ってみてください。さらにですね、その観客席の中に、他にもこのキャラクターが出てきております。ギャンザックです。はい、ギャンザックというのはですね、レッドの監督の谷口五郎さんが23年前に初のアニメ化をワンピースでされた時に出てきたキャラクターなんですね。ワンピース倒せ海賊ギャンザックという作品を谷口監督がされたんですけども、そのギャンザックがですね、後ろ姿が出てるんですね。歌が歌うたの能力で世界中の人たちを眠らせるシーンの途中で酒場のシーンというのが流れるんですけども、そこにギャンザックのシルエットというか後ろ姿っぽいのが描かれております。こちらもね、見つけたいところでありますよね。新時代で歌ワールドへ、歌が歌うと歌ワールドに行ってしまうということは分かってるんですけども、ちゃんとですね、これも描かれてるんですね。というのも最初っていうのはですね、ルフィたちが最初訪れた時もそうなんですけど、もうめちゃくちゃもやとかですね、霧がかってるんですよ。もう曇ってるっていうかですね、もやっとしてるんですけども、歌が新時代を歌い始めた瞬間にふわーっと晴れていくんですよね。で、歌うたびにどんどん晴れていくんですけども、ちゃんとそこで歌うたの世界に切り替わってるというのが描かれてるんですね。さらにこの書き分け、歌ワールドに行ってるという書き分けはいろんなところでされていて、例えば羽ですね、歌の羽は何なんだろうとかですね、思ってたんですけども、おそらく歌の羽というのは歌ワールドの時にしか書かれてませんね。
ちょっと分かりやすくなってるという感じでしょうか。他にもですね、肌の色、歌の肌の色も現実の時の色と歌ワールドではちょっと違ったりするんですよね。ちょっと見てみてください。また歌ワールドで起こったことは、歌がですね、怪我を治そうと思えば治せるというシーンがあったりですね、はたまた現実世界では、撃たれた人を手当てしようとしてもできなかったという、そういう書き分けもいろんなところで見られます。海賊王を目指す理由が初出し。こちらも重要っていうかですね、新しかったんですよね。中盤でルフィの麦わら帽子が歌に奪われる場面で、なんで海賊王を目指すのみたいなですね、質問にルフィは、新時代のためだということで答えたんですよね。海賊王を目指す理由というのが、ルフィの口からポッて出たのは初めてですよね。そしてこの新時代という新しい言葉、フィルムレッドというか、この映画だからこそ出た言葉なんでしょうか。それとも本当にロジャーとかルフィが言った夢の果てイコール新時代ということなんでしょうか。これはもしかすると原作にも関わってくるかもしれませんね。ビブルカード情報も。はい、実はですね、細かい設定というのも随所に潜んでまして、チャルロッセイですね。天竜人のチャルロッセイが夢の世界で姿を変えられましたよね。あの時皆さん何になったか覚えてらっしゃいますでしょうか。ソフトクリームになったんですね。で、このソフトクリームっていうのはビブルカードでチャルロッセイがこうピックアップされた時に鉱物で高級ソフトクリームと書かれてるんですね。ここもちゃんとですね、他の何でもなくチャルロッセイの鉱物の設定を組み込んでそれにしてるというのが描かれております。SSG の意味。これも気づかれた方多いかと思うんですけども、歌がですね、最初に拾ったでんでん虫に SSG の3文字が書いてあるんですね。で、原作でも SSG というのは、1回だけ出てきててですね、海軍特殊科学班ということで紹介されてたんですけども、今回映画で SSG と出てきましたね。で、40億巻を見てみると、スペシャルサイエンスグループの略であるということも明記されておりました。エンドロール。はい、これですね、エンドロール本当にパッパ切り替わるので、なかなか全部を把握できないと思うんですけども、いろんな方が送ってきてくださってですね、ほぼコンプリートできたんじゃないかなと思います。特にピックアップしたいのは次の5つですね。1つ目、ガープと芍薬ですね。なんと、ガープと芍薬が一緒にいるワンシーンというのが出てくるんですね。もちろん、ガープと芍薬は何かしらあったというか、芍薬はガープに追われてたということを言ってましたので、少なからず関係があるんだろうなというのは分かってるんですけども、ここで初めて一緒のセットで描かれたというのがありましたね。ここは絶対ね、ロックス関連とかの話で明かされると思うんですけども、果たしてどういうことがあったのか楽しみですよね。2つ目、バルトロメオの故郷の駄菓子屋のばあちゃんが出てきてるんですね。これめちゃくちゃ細かいなと思いました。SBS で駄菓子屋のばあちゃんっていうのは出てくるんですけども、バルトクラブっていうのは、その田舎のばあちゃんにでんでん虫をつないで、知恵袋的なことをたくさんこうやってるっていうのはあったじゃないですか。あそこで出てきたですね、駄菓子屋のばあちゃんというのが SBS で顔が描かれたんですけども、その人がですね、駄菓子屋を営んでて子供たちが喜んでるというですね、シーンも最後に出てきましたね。3つ目。ボンちゃんですね。ボンちゃんが元気な様子でまた後ろ姿が描かれましたね。原作でも第666話の扉絵で、ニューカマーランドの新女王として君臨してるっていうことは分かってたんですけども、今回も映画で出てきておりましたね。4つ目。スモーカーとタシギのシーンですね。スモーカーとタシギが出るというのは自然かなと思うんですけども、その前にですね、子供たちがたくさん描かれてるんですね。あれがね、パンクハザード編で出てきた子供であるならば、ある程度もう治ってるということになるんですよね。でかくなかったんですよ。ちょっとちっちゃめの子供だったと思いますので、そのベガパンクに頼んだ治療というのがうまくいってるのかなと思いますね。5つ目、牧野さんの子供がまた描かれると。はい、こちらも熱かったですね。そしてその子供の髪の色が黒色でしたね。原作のカラー版では確かブラウンとか濃いめの茶色とかそういった感じだったと思うんですけども、黒色になっておりました。これは何を意味するんでしょうか。はい、一応ですね、このエンドロールで書かれたことっていうのをざっと順番で話していきたいと思います。まずエレジア、そしてカタクリ、CP0、ブルーノ、カリファ、クラゲ海賊団、ガープと芍薬、ペローナ、デュバル、カポネベッジ、バルジモア、ベラミー、リカちゃんの派遣おにぎりですね、ウォーターセブン、ココロたち、バラティエ、キュロスとレベッカ、ヨサクとジョニー。これヨサクとジョニーめちゃくちゃムキムキになってるんですよ。ちょっと見てみてください。バルトロメオ、先ほど言った駄菓子屋のばあちゃん、キャベンディッシュ、カヤ、ガイモン、ボンちゃん、アマゾンリリー、シラホシ、スモーカー&タシギ、そして牧野さんで、スフィンクス、マルコとかがいましたね。そしてロー、エレジアという風に書かれてたかと思います。これはですね、完全に合ってるかどうかっていうのはわからないんですけども、ぜひそちらも確かめてみてください。本当にたくさんのことが描かれておりましたね。さらにエンドロールで言うと、歌のアルバム名っていうのが書かれるんですけども、ファースト&ラストアルバムと書かれてるんですね。これは歌がなくなっているということを受けてのことなのか、レッドというのが最初で最後の映画ですので、そういうことが書かれたのかっていうのはわからないんですけども、ファースト&ラストアルバムということで出ております。
また今回の映画で不思議と描かれなかったことというのもあるんですね。それが革命軍とアラバスタ関連なんですよね。もちろんさっき言ったボンちゃんとかね、首都アルバーナが一瞬映ったとかっていうのはあるんですけども、他の場面に比べてもう極端にもう革命軍とアラバスタというのは今回の映画では取り上げられませんでした。これはおそらくですね、原作の、今の流れを組み込んでたと思います。最終章に入って革命軍とアラバスタというのはますます重要になってきそうですので、その辺を考慮したのかなと思いますね。現在の立場初公開。はい、今回ですね、その立ち位置というのがぼんやりしてたけども、はっきり分かったというのがありますね。前の映画で戦国が大目付けになってたとかですね、そういった感じのものなんですけども、今回分かったのはブルーノがまず CP0 に入っているということですね。これもびっくりですよね。ブルーノでも入れるんだと思いましたね。またヘルメッポもソード所属ということが明かされました。これは映画内でも先ほど紹介したこの小説内でもソード所属ということが書かれておりますね。竹中直人さんの登場場所、これ皆さん気になった方多いと思います。最後のエンドロールで竹中直人という文字がわーっと上がってくるんですよね。で、竹中直人さんというのはフィルムストロングワールドで金獅子の指揮をされた方なんですけども、その後もワンピースフィルムゴールドで、ダブルダウンっていう役をされたり、他の映画でも登場されてるんですね。なのでもしかすると登場するんじゃないかということはですね、一部では言われてたんですけども、今回もどうやら声優をされてるということが分かりました。でね、これっていうのは場所がですね、まだ確定では分かってないんですけども、この人じゃないかっていうのはあって、私もそのシーンを見て、この人かなっていうのはいるので一応紹介します。ただこれは分かりませんので、いやそうじゃなくてこの人じゃないかっていうのがあったら教えてください。最初ですね、海賊の悪さを説明している村人が出てくるんですね。おじいちゃんみたいな感じだったと思うんですけど、一人で映ってぼやいてる人がいるんですけど、その人かなと思います。ただこれは分かりません。ぜひ皆さんも聞いてちょっと感想を聞かせてください。ルフィが涙を流した。はい、これはどうなんでしょうか。歌がですね、最後ですね、ルフィに帽子をかぶせるところってあったじゃないですか。歌ワールドの中でも2人の世界があって、2人で話してるシーン、ルフィいつの間にか自分よりもね、背が大きくなってるのねみたいなことを話すシーンあったじゃないですか。で、麦わら帽子を返すシーンというかかぶせるシーンがあるんですけども、あそこで一瞬ルフィの涙というのが出た感じがするんですよね。かぶせる瞬間にキラッとルフィの目が光るんですね。はい、あれは涙なのかどうなのか、小説版でも確認できないんですけども、もしかしたら泣いてるのかもしれませんよね。というのも、歌がなくなるということは結末としては分かってるわけで、それをルフィというのも感じ取ってるのかもしれませんよね。これでもう会うのは最後になってしまう、もう歌は死んでしまうだろうということを思っての涙がもしかすると流れていたのかもしれません。最後の歌のセリフ、これも皆さんにちょっと聞きたいんですけども、ラストにですね、ルフィが海賊王に俺はなると言うんですけども、その前のシーンで歌のことを思い出すんですね。で、その歌というのは口パクで何か結構なセリフを言ってるんですよ。パクパクパクと歌は言ってるんですけども、これ皆さん何と言ってると思いますかね。おそらくそのセリフを受けてのルフィの海賊王に俺はなるに繋がってくると思うんですよね。いろんなことが想像できるんですけども、歌というのはルフィに対して海賊やめなよと言ってたシーンがありましたので、もしかすると、ルフィあなた海賊王になってねみたいなことを言ったのかもしれませんね。それを受けてルフィというのは歌のことも思い出して、そして別れたシャンクスたちの背中を見て海賊王に俺はなると言ったのかもしれません。サニー君の声優が桑島宝子さん。はい、これも熱かったんですよね。はい、というのも桑島宝子さんというのはメリー号、クラバウターマンですね、ありがとうと言ったメリー号の声が桑島宝子さんが担当されてたんです。で、そのメリー号の声が今回サニー君の声を担当されてるということで、これは粋なキャスト選びですよね。またこの声優さんのキャスト選びで熱かったのがミニブルーノですね。ブルーノもちっちゃくなったと思うんですけども、ミニブルーノの声優さんというのは渡辺久美子さんでですね、CP9 のフクロウをされてた方なんですね。同じ CP9 の方がミニブルーノの声を担当されたというところで面白いところでしたね。ルフィが一度も技名を言ってなかった。はい、これもですね、教えてもらって、面白い発見だなと思ったんですけども、ルフィというのはこのレッドの中、特に最後のバトルですよね、一度も技名を言ってませんよね。今までの映画でなかったんじゃないかな。だからうおーとかね、シャンクスかとかね、いろいろ言ってたんですけど、一度もゴムゴムのジェットガトリングとかですね、スネークマンとかですね、そういうことも言ってないですよね。もう戦いの迫力を大事にしてたという感じじゃないでしょうかね。初代プロデューサー登場か、これさえわかんないですけども、アニメワンピースの初代プロデューサーの清水真司さんっていう方がいらっしゃって、もう毎回ですね、映画とかのパンフレットとかにもインタビューというか寄稿されてる方なんですけども、ずっと携わってるもう本当に重鎮の方なんですけども、この方っぽい容姿の方がですね、出てくるんですよね。ただこれは本当かわかりません。その方かなと思われる人が2人いて、まずですね、序盤に歌を聞いて、夢のようじゃとですね、リンゴを持って言ってる人ですね、メガネをかけて。だからこの辺までしか映ってないんですけど、老人っ
ぽくもあるんですよね。あの老人誰だと思います？絶対この人って重要だと思うんですよ。何かしら仕掛けられてると思うんですけども、結局まだ明かされてないという人なんですよね。それがですね、エンディングのボンちゃんのところですね、そこにこっち側を向いてメガネをかけてる方がいてですね、その方が清水真司さんっぽいなというところがありました。ただこれらっていうのは公式回答がないので微妙なところですね。他にも発見といえば、最後ですね、共闘シーンで We Are と新時代がリミックスした曲が流れてるんですよね。あれも熱かったなぁ。あそこでシャンクスとルフィがあの曲を乗せて戦うというのはもう何よりも熱かったかなと思います。他にもローとコビーがですね、普通に喋ってるというのもありましたね。ローとコビーというのはロッキーポート事件というので繋がってるんですよね。ローはその首謀者で、コビーはその民間人を助けたという人なんですけども、かといって敵対関係にあるわけでもないのかなという感じがしますね。因縁とかはないのかなっていう感じが今回の映画では書かれました。っていうか普通に喋ってるんですよね。なのでもしかするとロッキーポート事件というのは別にこうバチバチで戦い合ったわけではなくて、何かローとコビーの中で口約束とかあって戦略的に起こった事件とかですね、世間では大事になってるけども実は何か違う側面がありますよというものではないでしょうかね。またちょっとこれはどうでもいいかもしれないですけど、五老星のですね椅子があるんですけども、五老星の椅子問題というのがありまして、もちろん五老星は5人いるんですけども、ジャンプで描かれた時に4つしか席がないというのが描かれたんですね。で103巻になった時にちゃんと席が5個になってるという修正があったんですけども、映画では椅子が4個しかないんですね。なので1人座れないよというですね、ここもですねあんまり大事じゃない発見なんですけどもありました。ぜひ見てみてください。背の高い人がですね座れなくなってるんですね。他にもキャラクターがいる、これもぜひ見てほしいんですけども、いろんな人がですねここにこういうキャラクターがいそうですっていうのは寄せられてるんですけども、私もそれで確かめに映画館行ったんですけど分かんなかったという人たちなんですけども、声としてはあったので紹介したいと思います。それがですね、新時代の時の観客の中にナミウルっぽい人がいます。他にはですね、会場で逃げる人の中にドレスローバがいますとかですねありましたね。ドレスローザで出てきためちゃくちゃ走ったドレスローバですね。しかしこれらは分かんないのでぜひ見に行ってください。他にもこのキャラ出てますよっていうのがあったらぜひコメント欄に書いていってください。役職ちゃんと決められている。これ赤髪海賊団のことなんですけども、根付きのこの解毒剤あったじゃないですか。歌にこう投げたやつですよね。であれをですね誰が投げてるかというと、ちゃんと赤髪海賊団の船員である本郷が投げてるんですね。ちゃんと医者としての仕事をそこで全うしてるというのがですね、誰も気づかないんですけどちゃんと書かれてるというのがありました。他にも歌の回想でメモリーズをオマージュした演出という声も挙げられましたね。これはですねエンディング曲ですね。アニメワンピースのエンディング曲でメモリーズっていうですねワンピースファンからするとものすごく有名で感慨深いものがある歌なんですけども、それをオマージュしたんじゃないかというシーンですよね。歌の回想で確かメモリーズは夕焼けの海をバックにキャラクターがこう影であるというところだったんですけども、今回のレッドでは夕焼けじゃなくて青い海でしたかね。しかし同じような感じですよ。確かに同じような感じの背景に歌の影があるというのがありましたね。あれはメモリーズをこうオマージュしたんじゃないかと言われております。また根付きの子がネズミの形をしてるとかですね、シャンクスの後ろにカリファがいたり最後にカリファが映ったのが何か意味があるんじゃないかとか、そういう声もありました。でこれも多かったですね。歌の歌詞を今見ると解釈が変わりますよねっていう声もいっぱいあって、確かにそうなんですよね。例えば新時代はこういう歌詞があります。新時代はこの未来だ、世界中全部変えてしまえばという歌詞がですね、見た後に振り返るとそれが歌の能力を使って歌ワールドにするということを示唆してたんですねということだったり、例えば逆光ですね、眠くはないやという歌詞がありますが、あれは本当に歌の心情ですよね。根付きの子を食べて眠くなくなったということを意味してたのではないでしょうか。私は最強の歌詞でもありますね。私の思いはみんなには重い、歌えば霧も晴れるという歌詞があるんですけども、これは歌の歌ワールドでずっと暮らしていく生活はみんなには重いとかね、歌が歌うと現実世界で降っていた雨が止んでどんよりしていた霧も晴れているので、先ほども言ったように霧がバーッと晴れたじゃないですか。あのことを言ってるんじゃないかというところですね。また歌方ララバイの歌詞もそうですね。私がやらなきゃだから邪魔しないでお願い、もう戻れないのだから永遠に歌おうよという歌詞ですね。もうまさに今回の映画の歌の気持ちを歌ってますよね。もうねここまで決めてやってしまったから戻れないんだよということを歌からはすごく感じましたよね。はい、今のはですね、発見とかなんですけども、いかがだったでしょうか。はい、ここからはですね、素敵な解釈集をちょっと紹介したいと思います。これは発見というか、こういう意味があるんじゃないですかということで、かなり不確かなものなんですけども、捉え方によっては素敵な解釈ですので紹介したいんですよ。まず一つ目、音楽家を欲しがってたのは歌の影響なんじゃないかと
こういうことですね。ルフィというのは仲間が10人欲しいと言ってたんですけども、仲間が欲しいと言った時に最初はですね、まずは音楽家というのを言ってたんですよね。で、この音楽家を欲しがっていたのは、実はウタという人物に幼少期会ってたから、そのイメージがあって音楽家を欲しがってたんじゃないかというですね、そうだとしたら素敵ですよねという、声をたくさんいただいたんですけども、これですね、ウタの声優の名塚さんも、このダヴィンチのインタビューの中でも答えてらっしゃいましたね。で、これをね、小田先生に言ったら、そんなの偶然ですよとこうおっしゃられそうなんですけども、そう感じましたとおっしゃってましたね。もちろんね、この歌が出てきたのはすごく最近なので、偶然だとは思うんですけども、素敵ですよね。また、チキンレースっていうのは、シャンクスの影響がちょっとあるんじゃないかという声もありました。というのもですね、あの時の勝敗の決め手というのは、歌がジュースをルフィにあげるというものがありましたよね。あれっていうのが第1話で、同じようなことをシャンクスがルフィにしてるんですよね。怒ってるルフィに対して、怒るな、ジュースでも飲めと言って渡して、ルフィが、うわ、ありがとうという時あったじゃないですか。あそこをオマージュしてるんじゃないかという声がありました。また、新時代の振り付けにもシャンクスとの思い出を重ねてるんじゃないかという声があってですね、これ面白かったんですけど、こうシーッとしてるですね、振り付けが新時代の中であるんですよね。でそれっていうのはシャンクスが歌を拾った時にあやそうとしてまずシーッとしてるんですよね。でそれと重ねてるんじゃないか。歌の中にもシャンクスとの楽しい思い出っていうのはやっぱりどこかで眠ってるんじゃないかという声がありました。素敵ですよね。他にもですね、エレジアの学校がですね、明らかにハリーポッターオマージュに見えますというものだったり、ゾロがですね、サンジの肩を踏み台にして切りかかっていたシーンというのはガンダムをオマージュしてるんじゃないでしょうかと。ガンダムでも似たシーンがあるらしくて、機動戦士ガンダムの第24話、迫撃トリプルドムという話で、敵のドムの肩を違うドムに切りかかるシーンがあって、すごく似てますという声があったんですよ。で調べてみると、谷口五郎監督というのはこのガンダムの絵コンテとか演出にも携わってらっしゃるんですね。なのでもしかするとそこを確かにオマージュされてるのかもしれません。面白いですよね。他にもですね、双璧の対比が合ってるんじゃないかという声があって、それがですね、麦わらの一味と赤髪海賊団ですね。麦わらの一味で言うと、右腕、ゾロはですね、女好きではないですけども、サンジというのは女好きっていうのはあるじゃないですか。対してですね、赤髪海賊団というのは、右腕であるベン・ベックマンがプレイボーイ、そしてラッキー・ルー、コックですよね。コックは女が苦手という設定が40億巻で、書かれてるんですね。こういった感じで、麦わらの一味と赤髪海賊団にも実は対比が描かれてるんじゃないかと、そういう声もありました。はい、以上が全てです。長い間ありがとうございました。楽しいですよね。またこの動画を見た上で、レッド足を運んで見に行ってみてください。確かにそうだっていう場面がいっぱい出てくると思います。まだまだレッドというのはですね、公開続いておりますので、新しい発見がありましたら、ぜひコメント欄とかにも書いていってください。よろしくお願いします。一つでも知らないことがあったという方は、ぜひチャンネル登録ボタンとですね、高評価ボタンだけよろしくお願いします。改めて、たくさんの声をいただいた1000名以上のですね、ワンピースファンの方々ありがとうございました。一緒にワンピースたくさん楽しんでいきましょう。じゃあね。